具社さんから出版の服工房の気軽に楽しむソーイング。今回はナンバー20のハイネックジャケットを作っていきます。モデルさんが着ているのは35ページに載っています。それでは作り方動画を見てください。それではハイネックジャケットの裁断をしていこうと思います。今回は10オンスのヒッコリー生地で縫っていこうと思います。ちょっとカジュアルな雰囲気のジャケットができると思います。今回はヒッコリー生地で作るんですけど、このデザイン1年通して着ていただけるようなデザインになっていまして、春夏だったらちょっとこれはストライプの麻なんですけど、こういう少し肉のあるシャツにするような薄い麻だとちょっと袖山に伊勢が多くはないんですけど、後ろだけで 0.7 ぐらい、前もそのぐらい伊勢が入っているのでちょっと入れにくいかなと思うので、少し伊勢の入りそうな少し肉厚のある麻の生地だと春夏に向いていると思います。あと卒業式とか入学式とか、結婚式に着るようなポリエステルの布、これはちょっとラメの入ったようなポリエステルの布なんですけど、こういうのも合うと思います。あと冬になったらこれ少し中肉ぐらいなウールなんですけど、こういうウールで作ってもいいと思います。今回はこのヒッコリー生地で作っていきます。では裁断を始めようと思います。ヒッコリーはストライプなので、ストライプの柄を合わせながら裁断していきます。本に載っている裁断図を参考にするんですけども、本に載っている参考図は一方立ちの裁断図になっているんですけども、ヒッコリーやデニムや麻の無地のものなんかだったら、こう差し込みといって上下を逆に裁断しても大丈夫なので、そういう時にはこういうふうに裁断するとここが入らないんですけど、これをくるっとひっくり返して入れると重なりがなく、ちゃんとこう身ごろがここに入るっていうこともあるので、布に置いてみて入りそうだったら葉弱を詰めた方がいいと思います。これは M サイズなんですけども、これで112の幅なんですけど、155ぐらいで差し込みができる時には裁断することができます。一方立ちの場合は2メートルぐらいはあった方がいいと思います。ちょっとこういうふうに入れると詰まりそうなので、葉弱がこれで入れていこうと思います。ハイネックコートの方も作り方は同じなので、こんな感じで裁断したらいいと思います。
返しと後ろ見返しは粗立ちにして接着芯を貼ってからきちんと裁断をします。前身ごろはちょっと粗立ちにしておいて、ストライプの時にはストライプがこう歪んでしまうと、特に前端なんかちょっとでも歪むと目立ってしまうので、あらかじめ前端になる線でまっすぐなところは切っておきます。ヒッコリーの白線で切っています。切った端と端を合わせてそこを前の端と合わせます。これで残りの裁断をしていきます。ポケット位置に糸地付けをします。
トは本当は地の目は縦なんですけど、今回はちょっと横地の目でポケットだけボーダーに見えるのもちょっと面白いかなと思うので、ボーダーで取ってみようと思います。接着芯の裁断をします。今回はこのニット芯を使います。先ほどいいかなと思う接着芯2種類貼ってみたんですけど、真珠を迷う時にはこういうふうに10センチ角ぐらいな接着芯を歯切れに貼ってみて、こんぐらいがいいかなという様子を見て決めると良いと思います。ニット芯はやや柔らかい雰囲気になります。柔らかい雰囲気が良いなという時には柔らかくなるニット芯を使うといいですし、張りを持たせてしっかりさせたい時は折り芯を使っても良いと思います。布と同じ大きさで接着芯を切りました。これでアイロンで接着していきます。接着芯を貼ってきました。これで表地と同じように前端のラインを先に切っておきます。ストライプに合わせて前端を切ったので、端同士を合わせて型紙と合わせていきます。
伸び止めテープを貼ります。貼る位置は前端、前肩と後ろ襟ぐりです。カーブがあるので、私はこういうニットタイプのストレートテープを貼っていて、ストレートテープですけどニットタイプなので少し伸びがあります。これを貼っていきます。次に後ろ襟ぐりを貼ります。縫う前の準備として、まず身ごろは前後とも肩と脇をロック始末をします。袖下にロックをかけます。ポケット周りにロックをかけます。アームホールに伸び止めを貼ります。これはロックをかける前に貼った方がいいですね。アームホールの伸び止めは裏なしの場合は裏に貼ってしまうと丸見えになってしまうので、表から1センチの縫い代よりも内側に貼っていきます。こういうふうに、これは7ミリ幅なんですけど、7ミリ幅の伸び止めを持っておられる場合はこれを貼ればいいんですけど、おそらく7ミリっていうのはなかなかちょっと手に入りにくかったりするので、1センチ幅や 1.2 センチ幅のものを切って使うと良いです。ちょっと切るの大変なんですけど、切って細くすると良いです。それでは切ったものを貼っていこうと思います。1センチの線よりもはみ出てはいけないので、縫い端に、切り端に合わせて貼っていきます。そしてこの縫い代の分は、肩の縫い代は1センチ、脇の縫い代は 1.5 センチなんですけど、その部分には貼らないように気をつけて貼ります。
これで1センチで縫えばこの伸び止めは隠れてしまいます。後ろのアームホールも同じように貼っていきます。裾の三つ折りアイロンをしていきます。これは前身ごろです。まず1センチで折ります。次に 2.5 センチで折ります。2.5 の倍の5センチで印をしています。この折り方は自由なので好きな折り方で折ってください。後ろ身ごろも同様に折っていきます。袖口も三つ折りアイロンをします。2センチに書いた印に向けて布端を折ってまず1センチで折ります。次 2.5 で折るので倍の5センチに印をします。次にポケット口も同じように折っていきます。ポケットを作っていきます。まずポケットの形を厚紙にこういうお菓子の箱なんですけど、箱の周りなんですけど、厚紙に写していく作業をします。厚紙を写す時に写したポケットの形は縫い代込みの形なので、縫い代の内側をまず描きます。ポケット口は 3.5 縫い代がついています。ポケットの周りは 1.5 センチずつついているので 1.5 センチ内側を印をします。1.5 センチ平行に内側に線を描いています。これでポケットの出来上がりが描けました。これをこの厚紙に写していきます。写していくときにはチャコペーパーを使うと写しやすいです。これでルレットで形を写していきます。これで写ったので、
これを紙切りばさみで切っていきます。切れました。ポケット口の両端を縫っていきます。折り返し線で反転をします。そしてこの折り返した方が裏側になるので、裏を少し控えるという意味で端から2ミリぐらい出しておきます。これで 1.5 で縫います。1.5 センチで縫ったら5ミリぐらい残して端を切ります。この折り返ったとこから1センチは残して残りも切ります。こんな感じです。これができたら下糸を出してちょっと長くして目を粗くしてポケット周りに串を寄せるためにポケット周りを布端から5ミリのところで縫います。最後も糸を長くしておきます。ポケット周りにアイロンをかけていきます。折り返した部分はひっくり返します。角は目打ちできれいに出しておきます。粗く縫った糸をある程度上側の糸のみ引いて串を寄せておきます。下を引かないように、下糸を引かないように気をつけてください。目が詰まってしまって引けなくなります。これで厚紙を中に入れていきます。引きようが足らなかったのでもうちょっと引いていきます。形が整ったら周りをアイロンをかけます。きれいに丸ができました。ポケット口にステッチをかけます。裏側から見て端から1、2ミリで縫っていくんですけど、裏の縫い始まりの糸がこう絡んだりゴロゴロとしたりすることがあるので、先にいらない布で捨て縫いをしておきます。この後から縫い始めるときれいに糸端が出ます。
前身ごろのポケット位置にポケットを合わせていきます。糸印の位置に合わせて待ち針で留めておきます。ポケット口は少しだけゆとりが入っています。ポケット周りを縫います。ポケット口のステッチのところから始めて三角に縫ってからポケット周りを縫っていきます。見返しの肩を縫います。本では先に見返し周りにロックをかけて肩を縫うようになっているんですが、先に肩を縫った方がこの辺りのロックのつなぎ目が良くなるので、先に肩を中表で1センチで縫います。見返しの肩を割ります。カーブしているので切り込みを入れます。見返し周りにロックミシンをかけます。身ごろの肩を縫います。中表で1センチで縫っていきます。身ごろの肩を割ります。身ごろの肩もこの部分はカーブしているので切り込みを入れます。切り込みを入れるんですけど、見返しに隠れているところまで入れます。この辺りまでは切り込みを入れます。4.5 センチぐらいまでは切り込みを入れます。これでアイロンで割っていきます。
ぐりから前端を見返しと合わせます。見返しの縫い代をちょっと半分に切ります。見返しと身ごろを中表で縫っていきます。前端にアイロンをかけていきます。アイロンをかける前に縫い代を切っていきます。この角は3ミリぐらいの残して斜めに切ってください。あと見返しの縫い代を半分に切ります。段差カットといってこれをするだけで薄くきれいに仕上がります。この部分は返し縫いを切ってしまったので後から補強のためにミシンで縫っておきます。襟ぐりのカーブしている部分に切り込みを入れていきます。次に前端を 1,2 ミリ控えてアイロンをかけます。1,2 ミリ控える時には見返し側ではなく表身ごろ側に向かって縫い目が 1,2 ミリ見えるように、薄地だと1ミリで厚地だと2ミリぐらいにしてください。このひっこりだと、1ミリから1ミリ半でいいと思います。
これをすることによって表に返した時に 1、2 ミリきれいに控えてアイロンをかけることができます。この 1、2 ミリというのは目分量なので、目分量がちょっと苦手だなという方はここを一度割ってください。割る時にちょっとね、平らなアイロン台の上で割るのは少し難しいので、こういう袖馬を使ったりとか、これは料理用の綿棒なんですけど、こういうものを使って割っていくと割りやすくなります。見返しの裾の角は直角に出るように目打ちできれいに出してきます。ここは直角になるように目で見て整えてからアイロンをかけてください。縫い代は 1、2 ミリ、1ミリ半から2ミリぐらい、控えられるように目で見てアイロンで整えてください。前端は歪まないようにまっすぐにして整えてアイロンをかけましょう。この角も直角になるように整えてアイロンをかけます。表から見た時に見返しが吹き出ていないようにきちんと控えてアイロンをかけてください。見返しの縫い代の端を
カットしてしまって、ここは返し縫いが切れちゃったのでほどけてこないように上を縫っておきます。縫い目から2、3ミリ離れたところを縫います。見返し端に裏コバステッチをかけていきます。裏コバステッチとは、身ごろの表側にはステッチをかけず、裏側とこの縫い代のみにステッチをかけることを言います。だいたい1、2ミリのステッチをかけていくんですが、裾を縫っているので、ここ裾の端から縫うことはできないので、縫えるところから縫っていったらいいです。だいたい裾から5センチぐらいのところなら、こういうふうにめくって押さえが入ると思います。必ず見返し側に縫い代が倒れていることを確認しながら縫っていってください。これが縫い代が全部見返し側に倒れずに、時々こう表側の方に倒れてしまっていたりすると、変な感じに綺麗じゃなくなってしまうので、必ず確認しながら縫ってください。切り込みが入っているところは特にひっくり返りやすいので気をつけてください。最後も押さえが入るギリギリのところまでで終わります。ほつれ防止のために見返しを切った見返しの端にステッチをかけると、本には書いてあるんですが、裏コバステッチのステッチで止まってしまうのでかけなくても良いです。後ろの襟ぐり見返しの端に表地と一緒にステッチをかけます。かける前に裏がきちんと見返しがきちんと控えられている状態で肩線を合わせて待ち針をしておきます。この辺りも沿うようにきちんと平らな台の上で沿わせてください。これでところどころ待ち針をしておきます。これでロック目あたりをぐるーっと肩線から肩線まで縫っていきます。後ろ見返しの端を縫っていきます。端から 0.5 のところを縫います。
身ごろの脇を中表で 1.5 センチで縫います。袖下を縫います。脇の縫い代を割ります。割る前に裾部分が縫い代がかさばるので、折り目のところまで半分に切っておきます。ここを切ったことによって縫い代が薄く仕上がります。袖下の縫い代をアイロンで割っていこうと思います。袖下の袖口部分の縫い代も折り目までのところを半分に切っておくと薄く仕上がります。袖下部分は袖馬を使って割ってもいいですし、アイロン台の端っこを使ってここの部分にこの部分にアイロンがかからないように端っこを使って割ってもいいです。袖口を縫います。袖山には伊勢が入っているので、ミシンで縫って伊勢分を縮めていきます。縫う部分は袖山の合い印から1個目2個目までの袖山前後を縫っていきます。糸は最初と最後は長く伸ばしておいて引っ張りやすくしておきます。縫い目は普通は2ぐらいで縫うんですけど、2と3の間ぐらいで縫っていきます。7ミリのところを縫います。最後も糸を長くして切ります。ミシンで伊勢を入れてきたら、伸ばしておいた糸端の上側だけを引いて袖山に伊勢を入れていきます。前後6ミリずつ入っているんですけども、型紙には少し多めのこんな感じに立ち上がるぐらい入れておきます。こういうふうに伊勢を入れると布端が起き上がって
くるような形になりました。こんな風になるとこの布端が波打っているんですけど、これをアイロンで消してから袖をつけていきます。5センチぐらいずつこの波々したところをアイロンで押さえてくるんとすると波打ちが消えていきます。これを繰り返します。この辺りに当てます。まず波打ったところをこう消してからくるりんと撫でるようにするときれいに伊勢が入ります。これでちょっと波打ちが消えたような形になりました。これでお袖を身ごろにつけていこうと思います。身ごろに袖をつけていきます。袖の型紙の後ろにはこう2本合い印を入れているので、後ろ側は2本ある方と覚えておいてください。これで後ろ身ごろと後ろ側を合わせていきます。こんな風にして袖を内側に入れて合わせていきます。まず鎌底を合わせます。次に袖山を合わせます。合い印があるので合い印の袖山と肩先を合わせます。あと前後2箇所ずつ合い印があるので合い印は必ず合わせてください。カーブが違うもの同士を合わせて縫うときはとても難しいんですけど、縫い代が1センチの時には1センチの位置で合うということを意識して待ち針を打っていくと縫う時にもきれいに合わせることができます。さっき伊勢をアイロンで押さえてから合わせているので、とても合わせやすいです。こんな風に合わすことができました。これで袖側を見ながらミシンで縫っていきます。袖をつけていきます。袖下から前後10センチぐらいは二重に縫った方がいいので、袖下の10センチ手前から縫っていきます。
から二重に縫っていきます。袖がぐるりと縫えました。袖がつきました。袖がついたらもう少し縫う前に伊勢をアイロンで押さえたんですが、まだちょっと波打っているので、今度は身ごろと合わせたらまた波打ちが出てきたので、これもアイロンできれいに取っておくと後々きれいになります。さっき伊勢を押さえたのと同じように、これも5センチずつぐらいもう一度上からアイロンをかけていきます。こう裏側がぐちゃぐちゃになっていないように、こう手で確認しながらアイロンをかけていってください。立体的なのでちょっと難しいんですけど、やった方が綺麗になるのでチャレンジしてみてください。5センチぐらいずつ、まず袖の付け線から縫い代側の波打ちを消して、ちょっとくるりんと撫でます。これを繰り返しです。袖山の方はちょっとやりにくいんですけど、やりにくい時には距離を短めにするとできます。これでこの袖山あたりの波打ちが消えました。アームホールにロックミシンをかけます。鎌底あたりからかけていきます。5センチぐらい手前に来たら、最初の糸を切って、ロックミシンがある方はロックのメスが動かないようにロックをして2センチぐらい重ねてください。ロックをしないと先に縫っていたロックの目が切れてしまうので、こんな感じでこれで2センチほど重ねたら、直角に布を直角にして縫ってください。そうするとこの部分が浮かずに縫えるので、この余った糸は、出てきた糸は針でこのロック目の中に入れとくときれいに処理ができます。私は糸の処理は見えますかね、こういうループ返しでしています。見えなくなりました。袖にロックミシンがかかったら、袖山の前後7センチずつに蒸気アイロンをかけます。
ぺちゃんと潰してしまわずにこうきれいな状態に整えてから蒸気だけをシューッと出してアイロンはつけてないです。蒸気の熱だけで形を整えていきます。裾を縫います。捨て布を縫った続きで縫っていきます。ボタンホールを開けます。今回は作り方説明用にちょっとカジュアルな素材のヒッコリー素材で作ってみました。ポケットは横地の目で取っています。生地を変えるとこんな風にちょっとカジュアルな雰囲気にも作ることができます。これはモデルさんが着ているそのもののハイネックジャケットなんですが、あっちポケットがあり一枚袖でやや動きやすいお袖になっています。襟は自然に立ち上がりがあって後ろ切り替えもなくて肩線で立ち上がっている形なのでとても作りやすい形になっています。シンプルで割と作りやすいデザインのジャケットなので皆さんも作ってみてください。